ああ、よかった。気がつきましたか。どうか落ち着いて聞いてください。あなたはずっと体調を崩し寝込んでいました。ええ、分かっております。どれくらい寝込んでいたかですよね。あなたが寝込んでいた期間は3ヶ月。もうクリスマスもお正月もバレンタインも終わりました。大丈夫です。圧倒的なパーツ数の強みは予約したから。相棒予約表を見せてあげて。皆さんお待たせしました。ゆちです。だいぶ長い間動画をお休みさせていただきました。ご心配をおかけして大変申し訳ございません。ただの風邪が長引いただけだと思っていたのですが、どうやら肝臓を痛め、さらに喘息も併発してしまい、相当長引いておりました。休んでいる間の温かいコメント、本当に励みになりました。ありがとうございます。まだ全開ではないので少し動画制作が遅れるかもしれませんが、できる限りしっかり動画を上げていきます。また水曜日の夜の9時からのライブ配信はできる限り欠かさずにやっているので、よかったら覗きに来てくれよな。さらにまだ言うことがあるんですよ。去年の年末には目標だった登録者数4万人を達成。これも皆さんのおかげです。ありがとうございます。そして以前お話ししていたプレゼント企画の方、こちらは参加方法等は次回の動画で詳しく説明いたしますので、次回の動画もチェックしてほしいです。さて長くなりましたが、今日作るプラモはこちら。女神デバイスのタンク。心も体も弱っているが、スカートという宇宙の空間を堪能し、下半身をまずは素組み。一気に組み上げるとこんな感じ。タンクのボリュームはとてもいいですね。そして可愛い。しかし作りやすくて可愛いのだが、パラディンの時と同じようにパーツ分割が少なく、全塗装する人たちは涙目になることは間違いない。ただ悪いことだけじゃない。まず関節はとてもスムーズだ。こんなゴテ盛り装備なのに足はなんとしっかり二重関節でかかとがケツまで上がります。そして腕なんかはマントの内側に入っても腕を手前に出せたり、マントが稼働するので横から手を出したりすることもできます。そのため女の子座りができたり、膝立ちポーズもできます。ちなみにパンツは白だ。さらに見た目に反して付け替えが超簡単。すねにアーマーをつけて足を履き替えて後ろにアーマーをつけるだけ。これだけであっという間にアーマー状態。超簡単なんですが、この後ろのマント 3mm のジョイントでロールになっているんですが、マントがちょっと重いのでポーズしてる時に地味に回っちゃう。これがいじっていて少しストレスですね。膝のタンクとガトリングはいろいろなところに付け替えができるので付け替えが楽しめます。文句も少し出ましたが、そんなことは些細な問題。個人的な一番の問題は脳みそをデカ盛り装備にやられているため、武装がちょっと物足りなく感じてしまう。ざっくりレビューは以上。今日はタンクをガンプラとミキシングしてかっこかわいい美少女にしていく。本日のお相手はこちら、ザク2ソラリキ。本来はレクイエムのガンダムでやろうと思っていましたが、レクイエムを視聴した方はお分かりだと思いますが、見た後虚無でしたね。あれを見た後にガンダムを美少女にしようなんていう考えは失せたよ。ならば女子が乗っているザグでいく。実はうちの動画は初のジオン製のミキシング。タンクで存分に変態行為に及んでいくぜ。それでは改造いくぜ。それではまず足から。最近の美少女プラモとガンプラはほぼ足のサイズが同じなんですよ。なので改造しなくても変態行為に及べるってわけです。いい時代になったもんだ。ただこのタンクのムチムチでエッチな足がちょいとばかり走行に干渉してしまいます。ここはムチムチな足を楽しむためにザクの方のパーツを削ります。内面は超音波カッターと電動リューターで削り、がっつり干渉してしまっている部分はニッパーでパーツを切り落として、プラ板を使いパーツ同士に余裕を持たせてからプラ板を貼り付けて走行を整えます。動画で見ればたったこれだけの改造かもしれませんが、根元にビプラのパーツをくっつけるだけで割とエッチでムチムチなエロメカボディが楽しめるってわけだよ。腕は元のザクの腕をベースにして、使わなかったフレームアームズガールの影虎の腕とミキシング。まずはザクの腕を分解し、この丸モールドに合わせて穴を開けます。そして関節のために 3mm のプラボを通して接着。
根元の影虎のパーツには適当な 3mm のパーツを移植。根元を改造してくっつけたのがこんな感じ。影虎の腕に合わせてザクの腕を少し小さくして隙間ができますが、ここはプラ板を使い隙間を埋めます。ちなみに肩パッドのトゲはトゲの部分だけを切り取り、そのまま形を整えて肩に接着しています。タンクのパーツは使わないの？そう、ここのパートではタンクはリストラ。右腕には独特なザクの盾を使用していきます。まずこの盾の正面に来る上の方をヤスリかけ、パーツの表面を平らにしてから、そこにプラ板を貼り付け追加パーツを付けやすくします。整えた面にはタンクのマントパーツを取り付け、右腕はタンクとザクを程よくミキシング。そして腕につけるための関節にはザクの腕パーツで使わなかった関節を使い、穴を開け 3mm のプラポをつけ、関節を通して腕に取り付けられるようにします。右腕は美少女の腕のままで女らしさを残していく。腰パーツは不なパイセンを参考にしてスカート状に仕上げ、覗く楽しみを堪能してスケベしたい。そこでまず根元の関節には使わなかったザクの肩関節を使いやすいように超音波カッターで切り取り、後ろのスカートには受け口の関節をつけ、サイドスカートにはボールジョイントの突起を接着。さらに前面のスカートには昔の寿屋の B プラにはついてきた Z ランナーの余りパーツを使い、穴を開けてからボールジョイントを接着。サイドスカートには 3mm のボールジョイントがはまるように穴を開けて稼働できるような関節にします。それにしてもこの Z ランナーの関節マジで汎用性が高い。今までのビブラのミキシングだいたいここら辺の関節使っているので、去年発売したアスラシリーズの忍者とか旧兵フルアーマーにするために昔のアスラを買うよっていう人はキットについてくるかもしれないから、ついてきたら取っておくことをおすすめするぞ。ただここまで稼働重視で作ってきたのだが、ザクのパイプが少し稼働を邪魔する。そこで少しめんどくさいがパイプを細かく切って中央に穴を開け、導線を通して少し曲がるようにします。少しだけでいいんです。そこまでスカートを大胆に曲げようってわけじゃないので、これをスカートに接着すると稼働するスカートの完成。久しぶりにスカートを作って感じるが、やっぱ覗けるっていいな。スーツ造形とは違って覗くっていう行動をできるっていうのはとても楽しいな。忘れちゃいけないのが後ろのブースター。背中のランドセルにはザクをベースにしてタンクのジョイントパーツを取り付け、ジョイントの受け口は残し武器を取り付けられるようにします。さらにバズーカやマシンガンをマウントできるようにジョイントを C の字に切っておきました。ちなみにこの武器はサイコザクからぶんどってきた。ここからはボディの造形。タンクの体はちょっと刺激が足らないので、パテを盛ると俺のアナログスティックが言っている。特に凹凸を出したい部分はデザインナイフで少しパーツをカットすることにより、パテを持った時に好みの胸の谷間やケツの谷間が作れる。胸の谷間とケツの谷間ができたらウェーブのタガネなどを駆使してスーツっぽいディティールを付け加えていきます。今回はタイマニーの未来アスカのスーツを参考にモールドを彫っていく。キャラのチョイスはザクに合いそうなキャラを選んだだけで、今回は割と適当だ。造形はまずシャーペンでマーキングをしてからデザインナイフで軽く溝を作り、 0.1mm のウェーブのタガネで筋彫り。深く掘れたら 0.2mm に交換して溝をさらに深く掘っていきます。そしてこの溝に合わせてパテを持っていく。モールドの段差のおかげでパテが剥がれづらくなります。真っ平らなところにパテを盛るとたまにペロンって剥がれちゃうんですよね。モールドやディティールを整えたら最後に胸はちょいと寂しいので 3mm の穴を開け磁石を仕込んでおきます。反対に適当な余りパーツの裏面にも磁石をはめ、ポーズに合わせて装甲の脱着が簡単になるようにします。できた胴体周りがこんな感じ。塗ってないがこのクオリティエッチだね。さてこのエッチな胴体に装甲をつけたのがこんな感じ。プロポーションは悪くない感じですよね。ただザクマシンガンとバズーカだけだとちょっとなって思ったので、寿屋のクソデカランチャーを使用していきます。これだけでかくて威力ありそうならガンダムやれそうだよね。ここまででプロポーションが決まったら、改造したパーツなんかにはプラ板を細かく切って少しパーツを切り張りした部分に貼り付けて他のパーツと親和性を出します。貼り付けたら既存のモールドと一緒に 0.2mm のタガネを使いモールドを彫り直しておきます。これをやっとくと後で墨入れが超うまくいく。ただモールドを彫り直すとバリが出てくるんですよね。バリは爪楊枝で軽くなぞると結構落ちます。最後はしっかりヤスリがけはしておきましょう。パーティングラインもところどころあったりするので、パーティングラインはデザインナイフでカンナ掛けしてからヤスリがけをして表面を仕上げましょう。これで下処理は終了。一度ジョイ君で洗い流すというところで、今回の新しい道具、このチャンネルでもとうとう超音波洗浄機を買ったよ。
3D プリンターとかでたまになんかこうパーツ作ってるじゃん。あれ出力した後手で洗うのは限界がある。そこで俺は文明の利器をフィールドに召喚、ジョイを入れスイッチをオン。あとは乾燥させて塗装と言いたいところだが、俺は正直言って今回ジオラマを作りたい。今回はやるという覚悟を持って小道具を100均のダイソーで揃えてきた。これらを使って戦場の廃墟っぽい感じに仕上げます。少しジオラマ用にカメラのアングルを変えたのだが、これは見づらかったね。編集してこれは見づらいと思ったので、序盤だけこの角度です。少しだけこの角度でお付き合いお願いします。まず小物入れのケースを裏返しにして、この裏面をベースに発泡スチロールをボンドで取り付け、さらに取り付けたら端っこの方は廃墟をイメージしてへし折る。一応1回ブラックのサーフェイサーを全体に塗ってからジオラマの台の縁の部分に穴を開け、こちらもダイソーで売っている100均の土管、これをジオラマの縁に仕込んでいく。ただ土管だけだと不自然なので、今折った発泡スチロールの細かい破片をさらに砕いて縁にも瓦礫を貼り付けていきます。なんでこんなことをするのっていうとですね、以前ジオラマを作成した時にいい感じのアングルで写真を撮ろうと思ったら、あんまりジオラマがカメラに映らんのよ。美少女プラモだと特にローアングルで撮りたいじゃない。ローアングルからでもジオラマが映る、そんなことを目標にして縁にも瓦礫を作る。こうすることにケツを眺めながらかっこいいジオラマが見れるってわけだよ。もうこの瓦礫だけでも結構いい感じなんだけれども、最近の100均はね、発泡スチロールとかこれだけじゃないんだよ。ちなみに今映ってるコンテナやマンホール、鉄骨なんかも100均で買ってきたやつ。鉄骨とコンテナはペンチなので曲げて廃墟っぽい演出をしています。そして小道具を付け足したらさらに立体感を出したくなったので、内面に導線を入れて折れないようにして壁を増設、端の方は地面と同じようにへし折り、ここも導線を入れながら壊れかけの建物をイメージして壁を作ります。ここまで来たらボンドで小物とか全部くっつけたくなるんですが、それをやると塗装が大変になるので、ここからは塗装をしながらジオラマを制作していきます。それでは今日の塗装編いくぜ。まずはガイアマルチプライマーを全体に薄く塗り、塗装の食いつきを良くします。そして今回はミスターサーフェイサーブラックを使い、一度全体を真っ黒に染め上げます。ここから関節や武器ラックはフレームメタリックを塗り、マスキングをしてからパールカッパー、スターブライトシルバー、シャンパンゴールドなどで塗り分けをします。マスキングを剥がしていくとこんな感じ。うまく塗り分けできてると気持ちいいな。ブースター類はスターブライトシルバーを塗ってから純色シアンを塗り、青いブースターに仕上げます。ヒートホークだけは刃先を一度サーフェイサーエボホワイトで白に塗り、蛍光オレンジ、蛍光レッドを使い綺麗なヒート状態にします。肩パッドなどの赤い部分の装具、ローズディープレッドを使い全体に薄く塗ってから中央の部分を濃く赤く塗り、端の方に黒を残すように塗ります。足や胸の白いパーツも同様に 2,3 回に分けて端に黒が残るように塗ります。これをナチュラルブラウン、ピュアブラック、オレンジイエローで調色したメインの装甲カラーにも同じように塗っていきます。この時各パーツ3色ぐらいに塗り分けをします。さあここからはエッチなボディペイント。まずサーフェイサーパステルピンクで己の頭と髪の毛と肌を真っピンクにして、フレームアームズガールカラー FG01 と FG03 をハーフに混ぜ肌を塗ったら、ローズディープレッドとナチュラルブラウンを足して肌に陰影をつけます。こうすることで一気にエッチになる。そして腕や胸の谷間にはコバルトブルー、パンツァーレッド、ピュアブラックを調色し赤紫色を塗ります。その上から100均で買ってきた髪留め用のネットをかぶせ、ファレフォのブライトブロンスを網目状に塗ります。これを剥がして下地をグラデーション塗装をするとタイツ塗装の完成。こいつにトップコートを塗ってからマスキングをして、最後に髪の毛はペンキレッド、純色マゼンタ、純色シアンを調色して赤ピンクっぽい感じに仕上げます。その上からピュアホワイトを軽く塗ってハイライトをつけます。そしてクリアのトップコートでハイライトと下地をコーティングし、よく乾燥したら陰影をつけていきます。ざっくり陰影をつけるとこんな感じでハイライトと陰影がよくわからない感じになります。そこで100均やいろんなところで売っているメラミンスポンジを使い、塗りすぎてしまった影をこすり取り、下地、ハイライト、陰影をはっきりさせます。ただこすりすぎると塗ったハイライトと下地もこすり取ってしまうので、こすりすぎには注意が必要っていうわけだぜ。できた髪の毛がこんな感じ。いい感じでしょ。最後に裏面や毛先に
コバルトバイオレットを塗って髪の毛を仕上げます。塗装が終わったらマスキングを剥がし、次にジオラマに行こう。ジオラマも最初は真っ黒に仕上げておきます。その上からファレホのこのグレーを使い、装甲と同じく端の方に黒を残しながら塗装をしていきます。さらにファレホのブラウンを薄く塗ります。このブラウンは薄い泥を表現します。主に隅っこや足元、土管や土が詰まりそうな角っこなどを全体的に塗っていきます。ジオラマって少しハードル高いって思うじゃないですか。ブラック、グレー、ブラウンこの3色を台座に塗るだけでこれよ。かっこいいでしょ。しかも今映っているのは発泡スチロールと土管とマンホールぐらい、だいたい100均で手に入りますからね。気になったらぜひ試してみてほしいぜ。さて、エアブラシによる塗装はだいたい終了。ここからはパーツを接着しながら筆などによる部分塗装。まずはメタリックに塗ったプラパイプや鉄骨、コンテナなどを設置します。電線なんかも100均でこういうの売ってるので、適当にパイプに絡ませて設置。その上から水溶きしたボンドを塗って、こちらもまた100均のクラフトサンドを使い、つまんでサラサラっと振りかけます。しかしこの時ジオラマの下に何も敷かないでやったんだよ。この粉割と飛び散る。そのため掃除がめちゃくちゃ大変だった。みんなはやるとき新聞紙か何かを引いてやろうな。ここで忘れていたデカール。デカールは大きいサイズが見つからなかったので、デカールの身内にジオンのデカールを作ってもらいました。これを壁やコンテナなどに貼り付け、さらにディティールを増やします。お次にエナメル塗料のクロームシルバー。この塗料を筆に染み込ませてからティッシュでカラカラになるまで拭き取ります。この状態の筆でこするとお手軽に金属が剥げた表現ができます。この状態で鉄骨やコンテナなどを塗ります。デカールや大体の小物のディティールアップが終わったら、ファレホのベーシックスキンターンを使い、先ほどと同じようにカラカラな筆で足元のホコリをより分かりやすく描いていきます。これは配置したパーツ、瓦礫、いろいろなところに全てやっていきます。仕上げにパーツの端などに赤サビがあるような表現をするため、再び登場ブラウンでパーツの隅っこ、輪郭を出すような感じで塗ります。この赤サビが全体にいい感じにくたびれた表現を出してくれる。そしてここまでの作業を見るとこんな感じ。もうここまでで完成と言いたいところだが、この俺にはもう一つやりたいことがある。それがレジン液だ。このレジン液を少し出して今使ったブラウンを少し混ぜます。レジンアートは流しすぎると大惨事になる。過去の苦い思い出を経験に様子を見ながらゆっくり垂らしていきます。これで雨や工場の液だれを表現したいので、いい感じに液だれが表現できたなっていうところで UV ライトを当てて硬化。だいたい5秒ほどで硬化するので、何回かに分けて液だれを硬化させていきます。そしてだいたいできたのがこんな感じ。さらにリアリティが増してかっこいいジオラマに仕上がったんじゃないでしょうか。これでだいたいジオラマは完成。あとは忘れちゃいけない美少女プラモの方の仕上げ。まずはタミヤエポキシ接着剤を使い、ミキシングをして塗装が大変なので後で接着したいっていう部分にこの接着剤を使います。この接着剤はアロンアルファやセメダインとは違い発火したりしないので、塗装後でも綺麗に使えます。さらにガーレリさんの水性マーカーのダークアイアンを使ってエアブラシや塗りづらかった部分に爪楊枝や筆でメタリックに仕上げます。お次に墨入れ。墨入れにはミスター墨入れブラックを使い、ささっと墨入れ、はみ出してしまった部分はエナメル薄め液を使い拭き取ります。顔にはエナメル塗料のホワイトとレッドを混ぜ、ざっくりピンク色に塗ります。その後から薄め液で口元を整えていくと結構綺麗に仕上がります。フェイスデカールにはパラディンのデカールがめちゃくちゃ余っていたので、パラディンのフェイスデカールを使用。その他の装甲のデカールは市販で売っているデカールを使用しています。アイデカールが腫れたらチーク。市販で売っている化粧品を使い、ほっぺにチークを描いていきます。塗りすぎてしまった場合はティッシュで少しこすって調整をするといいです。ここまで来たら最後にトップコート。艶消しとクリアをハーフに混ぜ全体に塗っていきます。新年や年末いろいろ遅れてしまいましたが、ようやく再スタートのためのプラモが出来上がった。これが俺が作ったザクガールだぜ。
さて今回のタンクはいかがだったでしょうか。ジオラマとかミキシングとか久しぶりに試したいことがいっぱいあったので、このタンクで色々と試しました。問題点もあったけれど良かった点もあったので、そこら辺は次回に生かしていこうと思う。しかしプラモデルの完成よりも何よりも皆さんの温かいコメントのおかげで動画を再び投稿することができました。本当にありがとうございます。今年は体調をしっかり整え、風邪をひかないように健康的に過ごし、皆さんに心配をかけないようにコンスタントに動画を上げていきたいです。もちろん最近やってなかった料理動画の方もやっていこうと思うので、楽しみに待っていてほしいです。それでは今日の動画はこんな感じ。遅くなってしまったが今年の目標は肉体改造、健康的に太り健康的に筋肉をつけること。皆さんの今年の目標は何ですか？よかったらコメント欄にみんなの目標も書いていってくれよな。あとよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。やっとこれで今年もスタートできるな。だいぶ遅れちまったがここから気合を入れて。エクゾディア。なんだこれは。福袋だと。なんといつも動画を手伝ってくれているデカールの身内から復帰のお祝いも込めて福袋をいただきました。ありがてえぜ。早速中身を見ていこう。まず最初に取り出したのがプラバンカッター。いつもミキシングとか改造した時にプラバンをカットして貼ったりしているので、こいつはありがたい。さらにプラモの面を出すための中目と粗目、ヤスリはいくらあっても嬉しいからな。すげえ嬉しいぜ。そして俺の体調を気遣ってのど飴、さらに身を元気にするために感度3000倍のサンプル。これで喉も体も3000倍ってわけだぜ。次回からもいろんな意味で元気で頑張れそうだ。しかし飲みすぎには注意が必要っていうわけだぜ。みんなも感度3000倍のサプリを決めるときは気をつけようぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。この瞬間しか見えない僕らは飛び魚のように一瞬一瞬全力鮮やかな夢見て、まだ見ぬ世界のこと傷を負いながら感じてるところ、なのこの狭い価値観ぶっ壊して